ゼルブスメロディです。今日は1月17日土曜日、現在11時半です。外の気温は2度、体感温度はマイナス6度と今週にしては暖かい方です。というのも先週の金曜日、オーストリアに大寒波がやってきて大雪が降って、見ての通り1週間経った今でも雪が積もって残ったままです。湖や川も完全に凍ってしまっていて、白鳥さんたちが行き場を失っていたり、何人かスケートまでしている方も見かけました。とても寒いんですけれども、1月のウィーンは霧深くて太陽が出なくてグレーな感じ、人々もちょっと機嫌が悪くなってしまうという月だともともと聞いていたので、雪のおかげでウィーンの街が美しく輝いていて、最初の冬としてはとてもラッキーだったんじゃないかなと思います。今回の Vlog は2日に分けて撮影しています。実はウィーンは今舞踏会シーズンです。今日はこれから舞踏会用のドレスを買いに行こうと思います。それではロスキッズ。ウィーンではこういったドレスショップが街の至るところにあります。いっぱいあってすごい迷うけど、早めに買わないといけなくて、どうしてもヨーロッパの人の体型に合わせてるので長いので、早めに買ってちょっと裾上げしてもらわないといけないんですよね。めっちゃ可愛い。絶対ピンクか赤かベージュがいいかな。あ、これもめっちゃいい。アシンメトリーな感じすごい好き。どうしよう、迷う。女子の夢が詰まったところだね。めちゃくちゃ可愛すぎる。もうこれ以上これ胸のところをどうしたらいいの？ This we have to make it a little alteration for you. We can do it. That's no problem. こっちの方がいいね。いいね、かっこいいね。On the back side, I can make it longer. yes, Yes, I will make like. I like that. Perfect. You can please stop. Okay, thank you. 巻いてきたんですけど、もうウィーンの冬はとても湿度が高くて風もやっぱり強いので、秒で巻きが取れてしまいました。もう巻いても意味なし、ただただ傷めただけ。土曜日だからか、また評判のいいドレスショップだからか結構混んでいて、試着室がなかなか開かなかったんですけれども、ドレス自体はもうすぐ決まって、私のまた好きなピンク色のドレスです。結婚式はしてなくてフォトウェディングだけはしたんですけれども、その時もドレスはウェディングもカラーももうどっちも本当に速攻で決まりましたね。またカラードレス、その時もピンクでした。今年はやっぱり自分の一番好きな色でやりたくて、来年は赤とか違う色にも挑戦したいなとは思います。ドレスは109ユーロで、丈の調整はプラス30ユーロ。10日後に受け取りにまた行きます。舞踏会は2月の8日のあと3週間もないぐらいなので、もうそれに向けて、2人で頑張ってワルツの特訓を家でやろうと思います。
しよう。ポニーテールでいいかな。ポニーテールにしよう。メイクこんな感じ。はい、では今日は2月7日、待ちに待った舞踏会当日です。いよいよこれから舞踏会に行ってきます。今まさに舞踏会会場のホーフブルク宮殿の目の前にいて、ゲートが開く7時に合わせてやってきました。今日はすごくラッキーなことに、気温が6度とかなり暖かいんですよね。舞踏会用のドレスを着てるので、もう寒かったらどうしようってすごい不安に思っていたんですけれども、雨も降らず暖かくてとてもラッキーでした。すごく緊張しています。この時期のウィーンでは400回以上の舞踏会が開かれます。そう、私たちが参加するのは IAEA 主催の舞踏会です。 IAEA は国際原子力機関で、結構いろんな国の人が、気軽に参加できる舞踏会になっています。ホーフブルク宮殿の中、獅子博物館以外で入ることは初めてなので楽しみですね。ここまでは普通に電車で来ました。タクシーでも来ることはできると思うんですけれども、結構この時期になると電車の中でもうタクシードを着てる男性の集団とか、舞踏会用の長いドレス着てる女性も見かけるので、普通に電車で来ました。それが一番安いですしね。今入り口を探しています。どこかな。あそこだ。あった。行ってる人いるね。もうすでに結構早く来たんですけど、今現在6時48分ですね。うわー、楽しみ。男性はこのようにドレスコードとしてタクシードと蝶ネクタイが必須になっています。まだオープニングセレモニーが始まるまで20分ぐらいあります。すごい足が痛いです。でもいい感じにオープニングセレモニー撮れそうな場所を見つけたので、あと20分頑張って待ちます。2026 IAEA Staff Association Ball.
が悲鳴を上げています。結構広々としているので全然周りまだ人がいないですね。ちょっとだけワルツ挑戦してみたんですけども全然ダメでした。なんか本番になると家で練習していたのが全然効かなくて、まあ後でちょっと軽く音楽に乗りながら踊ったりしようと思います。朝の4時までやっているので、11時半からトンボラっていう抽選会みたいなのも一応2枚買っているので当たるといいなって思っています。一口5ユーロぐらいだった。サイレントディスコができる部屋。みんな耳にイヤホンしてるね。10時半から4時半までカラオケができる部屋があります。なんかトンボラってなんかナポリで誕生した伝統的なビンゴゲームらしいんですけれども、私たちの番号8から始まるんですけども、1とか2とか3とかしかさっきから出てこなくて、もう無理すぎる。なんかすっごく景品いいけどね、航空券とかホテル券とかばっかりで絶対無理じゃないこれ。絶対当たる気がしない。上級者向けのスピードだから結構ほとんどの人はもうフロアから弾いていますね。踊ってみるんですけど本当にワルツ難しくて全然練習通りにいかないですね。来年は
ちゃんとレッスン、ワルツレッスンを受けた上でやった方がいいかなと思うんですけど、めちゃくちゃ上手い人とその場でとどまって私たちみたいな感じで踊ってる人もいるし、楽しみ方はいろなのかなとは思うんですけど、やっぱり踊れたらもっと楽しいかなとは思うので、また舞踏会来年も行きたいなと思ってるので、もっと楽しめるように次こそはワルツレッスンを受けていっぱいやってるらしいので、この時期 YouTube ビデオだけじゃ足りなかったね。はい。もう本当に足が痛すぎた。マジでフラットシューズ、バレーシューズ持ってきてよかった。本当に。いや、足が激痛ですね。今何時？現在3時38分です。とっても楽しかったんですけど、足が死ぬほど痛いのと、一つだけ文句を言うと、やっぱりドリンクと水があまりにも高いので、そんなにお金使えないので、酔えません。でもね、酔いつぶれてる人もいたね。酔いつぶれてる人も数人いて、なんか救急隊が、結構何回か入ってきてるのを見かけました。はい、ヨーロッパでは本来酔いつぶれることはあまり社会的には良くないらしいんですけれども、こういうパーティーは別なんでしょうかね。17世紀から続くウィーンの舞踏会、しっかりと伝統を残す部分もあれば、時代に合わせたスタイルも取り入れつつ、どんな年代の方でも幅広く楽しめる大規模パーティーでした。もう本当に何から何まですごく楽しくて、7時からいたので8時間半ぐらいホフブルク宮殿の中にいたんですけれども、満足度 100% の水とドリンク代だけ高すぎるので 90% ぐらいそれでは最後まで見ていただきありがとうございます。今後もヨーロッパでの旅 Vlog やこういったウィーンでの日常生活を投稿していこうと思いますので、よかったらチャンネル登録、高評価で応援いただけますととっても嬉しいです。いつも本当に寂しい海外生活の中、皆さんのコメントをいただくことがもう何よりも嬉しいので、コメントもぜひお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。チュース。